2020年に予定されていた東京オリンピック。2021年に延期となりましたが、開催が待ち遠しい人も多いと思います。今回は、ちょっと趣向を変えまして、オリンピックで話題になったことをお送りしたいと思います。日本発信の噂ではありませんが、オリンピックが日本で噂になっているので、というこじつけです。生温かい目でご覧ください。リオデジャネイロオリンピック陸上女子400メートル決勝でのヘッドスライディングが話題となったショーナ・ミラー・バハマ。このゴールに賛否の声が沸き起こっているという記事をご紹介します。リオデジャネイロオリンピックでは15日、陸上女子400メートル決勝が行われ、バハマのショーナ・ミラーがアリソン・フェリックスに競り勝ち、金メダルを獲得しました。アリソン・フェリックスは徐々にショーナ・ミラーとの差を縮め、最後逆転したかに見えたのですが、ショーナ・ミラーはデッドヒートの末にゴールラインに向かって体を投げ出すようにして飛び込み、ゴールインしたのです。その結果、ショーナ・ミラーは金メダルを獲得しました。タイムは、ショーナ・ミラーが49秒44、アリソン・フェリックスが49秒51と僅差で、その勝敗を分けた執念のヘッドスライディングは物議を醸す結果となったのです。一部では非難の声も出ていますが、著名な陸上選手からはショーナ・ミラーを擁護する声も出ています。この時の様子について、元オリンピック選手のマイケル・ジョンソン氏は、ツイッターで、ショーナ・ミラーのダイブは転ぶのを立て直そうとしたものと指摘しています。さらに、ゴールラインを越える最も素早い方法は、タイミングよく前傾姿勢になることだと、短距離選手はみんな知っているとも付け加えました。この競技について、SNS 上で批判の声が上がったことに関して、トリニダード・トバゴの元短距離選手で、4つのオリンピックメダルを獲得しているアタ・ボルドン氏の反論記事が掲載されました。人々が倫理に反しているとか、安っぽい行為という声を上げるのは本当にがっかりだ。ゴール前のダイビングは常に起こっているからだ。アメリカ人はアリソン・フェリックスが負けたからムカついているように感じている。理解してほしいのは自分以上のアリソン・フェリックスのファンはいないということと、アリソン・フェリックスが負けたということ。これらは受け入れなければいけない事実だと語り、記事ではルール上も問題ないことをレポートしています。また、ボルドン氏は次のように付け加えています。ダイビングはいいアイデアとは言えない。勢いを消してしまうんだ。思うような結果を得られるものではないんだと、理にかなったものではないとも指摘しました。そして、今回は、ショーナ・ミラーの身長が高かったため、うまくいったとの見方を示しています。さらに、1996年アトランタオリンピック男子100メートル金メダリストのドノバン・ベイリー氏が、ルール上は問題ないが、それに頼るのは利口とは言えないと語り、オリンピック金メダリストのマイケル・ジョンソンの元コーチであるクライド・ハート氏も、選手にダイブ禁止を明確にしていると発言しました。ドノバン・ベイリー氏は、ゴールの際には、アスリートには地面に足をついてなければいけないと指導している。姿勢を保ち、上半身でゴールラインを越すように指導している。傾けたければ前傾姿勢になればいい。でも、足は地面につけていなければいけないと指摘しています。ショーナ・ミラーのヘッドスライディングについて、インターネットでたくさんの反応がありました。今回は、その一部をご紹介します。これは反則だろ。ヘッドスライディング競技じゃない。走るんだ。つまずいてそうなったならいいけど、
自らダイブしたならアウト。彼女がダイブせずに勝ったなら気持ちよく祝いたいけど、これは間違っている。ムカつくわ。彼女は金メダルのためにプライドを捨てきった。ダイブして勝ったのかわからないけど、ちゃんと走ってゴールするのが正しいと思うよ。俺は結構感心したけどな。彼女は素晴らしいよ。金メダルのためにダイブしたランナーは初めて見たかもしれない。反則でアリソン・フェリックスが負けた。アメリカ人としてこれは認めたくない。100% 間違ってる。ちゃんと走って足がゴールラインを越えなければいけないんだ。とりあえずもう一度ルールブックを確かめてみなよ。最初は俺もそう思ったけど、これがあればみんな真似もするようになるからいいんじゃないかなって思う。彼女が倒れようが飛び込もうが誰も気にしない。あのような勝ち方はスポーツにとって恥ずかしいことなので、ルールを変える必要があります。直接 IOC に公式に苦情を申し立ててみたらいいんじゃない？次のオリンピックの時は禁止しなければいけないと思う。それは無理だろうな。しかもヘッドスライディングでゴールを決めることができた代償は大きいよ。陸上のトラックは柔らかくない。アメリカ人っぽいネチネチした文句ばかり言う人が多いな。彼女の怪我は大丈夫だったかな。アリソン・フェリックスに同情するしかないと思うよ。彼女の走りはとても美しかったし、ショーナ・ミラーはアリソン・フェリックスが強く迫ってくるのを感じていただろう。もし彼女が走り続けていたら、おそらくアリソン・フェリックスが優勝していたかもしれないけど、それはわからない。ショーナ・ミラーは早めに体を傾けた時に足が言うことを聞かなくなってつまずくようにしてアリソン・フェリックスよりも早くゴールしたんだよ。でも本当に素晴らしい努力の成果が現れた勝利だったよね。アリソン・フェリックスが次の試合に戻ってくることを願っているよ。僕は短距離選手をしている。競技者として言わせてもらうと、普通に走るよりもダイビングの方がはるかに難しい。実際に成功する確率は本当に低いと断言するよ。ダイビングは何十年も前から許可されているのに、どうして議論になるんだ。思い切った行動をして金メダルを取ったのはすごいことだから祝おうよ。しかもアリソン・フェリックスの銀メダルも決して恥なことじゃないよ。みんな勝ちは勝ちだ。おめでとう。最後まで見ていただき本当にありがとうございます。東京オリンピックが気になる人は高評価ボタンを押してください。また今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。チャンネル登録お願いします。